ビットコインはこの先もう一段深い下落を試す可能性があります。ただし、その下落の後に本当のチャンスが訪れます。今日はその理由と今どう備えるべきか、これをしっかりとお話をしていきたいと思います。こんにちは、桜井です。今日のテーマは今の暗号資産市場を見て不安になっている方にこそ必ず押さえておいていただきたい内容です。ビットコインは9万ドル台を割り込み、市場全体は恐怖に包まれています。現在この資料を作っている時点では9万5000ドルまで回復してきていますが、僕が参考にしている海外メディアでは記事の作成時に9万ドルを割り込んでいたということになります。では、海外メディアの内容を紹介していきますと、生産額は6億ドル超、そのうち4億ドルがロングポジションの生産、イーサはサポートをなんとか維持している状態で、同時も弱い動きが続いています。しかし、こうした短期の弱気相場の裏側で、実は中長期に大きな影響を与える重大なニュースが重なっています。クジラの売り、ETF からの資金流出、そしてドル指数の反発。確かに今の市場にはリスクが多いように見えます。ですが同時に日本では2026年に向けて暗号資産税制が大きく変わろうとしており、世界的に見ても珍しい追い風が生まれつつあります。短期は不安、長期は追い風、このギャップが今最も重要なポイントです。今日は事実、背景、影響、今後の展開、この4つの流れでシンプルにそして深く解説をしていきます。ではまず事実から見ていきます。ビットコインは9万5000ドルからの下落が止まらず9万3000ドル台に突入しました。過去24時間の取引量は倍増し、生産額は6億2000万ドル、ロングポジションの生産だけで4億ドルが吹き飛んだと言えます。これは市場の買いが焼かれ、売りが完全に優勢になっている動きです。背景を見ていくと、クジラの動きが大きな要因になっています。最近の売りはパニックではなく、計画的な利益確定、毎時 1000BTC 以上を淡々と売るウォレットも確認されています。こうした売りは相場を大きく崩すわけではありませんが、上値を重くする働きは確実にあります。加えて ETF からの資金流出が続いており、市場を支える買いの力が弱まっています。ドル指数の反発も逆風で、リスク資産全体が売られやすい環境です。影響としては、短期のビットコインは非常に反発しづらい状況であり、一度下値を試す可能性が高いということになります。アナリストのミッチェルさんも新しい安値を試すとコメントしており、反発が起きても一時的で再び押し戻される可能性が高いとされています。今後の展開としては、一度下に振られてからの反発、これが最も現実的です。では、ここから今日の意外な事実をお知らせします。市場が弱気一色の中、実は日本だけが逆の方向に動いています。2026年の4月をめどに暗号資産の歴史でも最大級の法改正が準備されています。具体的には BTC やイーサなど約105銘柄が金融商品扱いに、インサイダー取引の禁止の適用、発行者情報や価格変動リスクの開示義務、銀行や保険会社が暗号資産を扱える方向、そして税率が最大 55% から約 20% に引き下げです。この 20% 課税は株の譲渡益課税と同じ水準です。暗号資産投資における日本の最大の弱点が一気に解消する可能性があります。この背景には国内での Web3 ブロックチェーン産業の強化、世界的に遅れていた制度の刷新、こうした目的があります。影響としては、2026年以降に機関投資家の参入が増え、国内市場の流動性が大きく改善する可能性が高くなってきたということになります。日本が世界的に見ても、制度として安心して投資できる国に向かっています。市場が下落ムードの時ほど、こうした中長期のプラス要因は見落とされがちです。しかし、こうした制度変更は一度始まれば確実に市場に影響を与えます。短期的な値動きに飲まれずに中長期の追い風を理解しておくということが重要になります。では、どう動くべきなのか。事実として
短期の市場は恐怖が支配しています。クジラの売りはまだ続く可能性もあります。ETF は資金流出していて、ドル指数は上昇傾向です。イーサーサポート付近で XRP だけが相対的に強いという状況です。では、こうした状況では安易に買い向かうのは危険です。背景を踏まえると、今は短期トレードには向いていません。ボラティリティが高く、方向性が不安定で、買いが焼かれやすい相場だからです。影響としては、今焦って入ると、次の下落で耐えられなくなる可能性があります。逆に言えば、下に振られた後の反発こそが安全で入りやすいポイントということになります。そういったことを踏まえて、今後の展開を考えると、短期は下落リスク、中期は反発、長期は精度の追い風で拡大という三段構えの相場になるのではないかと思います。大事なのは短期のノイズに振り回されずに中長期の大きな流れに乗ること。これが30から60代の投資家にとって最も再現性が高い戦略になります。そういったことを踏まえて今日のまとめです。ビットコインは短期的に新安値を試す可能性があります。クジラの売り、ETF の流出、ドル指数の反発など下落要因が重なっています。ただし中長期では日本の税制改正が強力な追い風となる可能性もありますし、2026年以降暗号資産市場は新しいフェーズに入る可能性も高いのではないかと思います。そういったことを踏まえて、今大切なのは焦らず準備することです。そして次の反発を冷静につかむこと。相場の上下が激しい時期はどうしても感情が揺れやすくなります。僕は一部の資金を AI が自動で24時間管理してくれる環境に分散しています。ビットレード X はイギリスの法人でアメリカで MSB も取得しており、サーティックでも上位のスコアです。AI デイリーや AI360D などの AI 運用が使え、補填システムもしっかりとしています。興味がある方はビットレード X の説明会をウェビナーで行っています。公式 LINE に登録してもらえたら、ウェビナーの日程などを送っています。今週は水曜日以外、毎晩8時から行っていますので、ぜひ一度聞かれてみてください。はい、ということで相場は恐怖に包まれていますが、こういう時こそ落ち着いて情報を整理し、中長期の追い風をしっかりつかむことが大切になります。今日の内容が皆さんの投資判断の助けになれば嬉しいなと思います。ぜひ皆さんと一緒に資産を増やしていけたらと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。